皆さんこんにちは。こちらは50年前のセパレートステレオです。なかなかゴージャスですね。この時代、ステレオといえばこれでした。スピーカー端子が4つついていて、サラウンド再生できます。この装置から一体どんな音が出てくるのでしょう。今回はこの装置を詳しく見ていきます。現在手に入るセパレートステレオはジャンクがほとんどです。これは電源スイッチが壊れていますね。ターンテーブルも回りません。これでは音の検証ができませんので、レストアから始めていきます。電線が1本取れています。これを直したら電源が入るようになりました。照明の電球が全部切れていますので、発光ダイオードに変えます。オリジナルの電球には光を拡散するための塗料が塗ってありますので、同じように塗ります。ボリュームのガリを取ります。電源スイッチが直って機能が回復しました。ターンテーブルはベルトドライブです。固まったグリスを灯油で溶かして新しいグリスを塗ります。インシュレーターの減衰にスポンジが使われています。劣化していますので交換します。アームを自動で動かすからくりがついています。なかなか複雑な仕掛けです。この細い線はカートリッジから来ています。そのままピンコードにつながっていて、本体のアースとは別になっています。モーターは昔の扇風機と同じ電源周波数で回るタイプです。振動が出るので防振ゴムで浮かしてあります。ベルトをかけると引っ張られて位置がずれるので、反対側からバネで引っ張る構造です。シェルはユニバーサル式で交換できます。ここは現代と一緒ですね。針圧のメモリがついています。1メモリ 1g です。
プレイヤーのメンテが終わりましたので、機能を見ていきます。アームを動かすと電源が入ります。レコードの再生が終わると自動的にアームが元の場所に戻ってターンテーブルの回転が止まります。途中で戻すこともできます。人間がやる操作はレコードに針を落とす部分だけで、他が全部フルオートです。この仕組みはレコードプレイヤーの理想に見えます。スピーカーを見ていきます。箱の容積は70リットル以上あります。ウーファーはごく普通の高音型です。ツイーターには樹脂のフランジがついていて、円錐のくぼみの底に振動板があります。2センチのドーム型です。このツイーターから音が出ていません。前面バッフルの板厚は8ミリ、裏板は10ミリしかありません。全体的に薄くできていて、見た目より随分軽い印象です。裏板に吸音材が貼ってあります。音が出ていなかったツイーターを調べます。ここにプラスのマークがあります。その下がマイナスです。今線が刺さっている端子はボイスコイルにつながっていません。つまり殺してあるんですね。使わないなら最初からつけなければいいのにって思いますが、どういうわけでしょう。試しに差し替えてみましょう。これで音が出ますので周波数特性を測ります。難しい形をしていますね。共振がメインで音に不快な響きを感じます。これはやっぱり元に戻しましょう。このツイーターは穴を塞ぐためのカバーだったようです。レストアが終わりましたので特性を見ていきます。まずはアンプの特性を測っていきます。こちらはアンプの周波数特性です。トーンコントロールフラットでこれです。最初からラウドネスが入ってますね。私はこれまでアンプは正確な増幅器であるべきなんて言ってきましたが、この時代にそういう考えはなかったようです。歪み率を見ていきます。最大出力は 8W くらいでしょうか。歪みが結構大きいですね。だいたい 3% 一定です。歪みの中身は二次高調波がメインです。こちらはダンピングファクターです。10以上あれば音への影響はほとんどありません。ここは真空管から確実に進歩しています。このアンプは4チャンネルでステレオ再生できます。調べたところこんな回路になっていました。これはおなじみの2チャンネルです。サラウンドのモードは8オームの抵抗でアースされています。これはシンプルなマトリックスデコーダーです。コンサートホールモードはこの抵抗がありません。このデコーダーを使って専用のレコードを再生すると4チャンネルのステレオサウンドが聞けます。
なかなか広がりのある音です。このサウンドは70年代のオイルショックで絶滅しました。失われた昭和のサウンドです。プレイヤーの性能を見ていきます。オーディオチェックディスクを使って 3kHz の信号を再生します。ワウフラッターはだいたい 0.1% 前後です。現代の最新型とほとんど変わりません。回転数の方はちょっとずれていて 3% 高めです。ベルトがちょっと古いので新品に交換してみました。こちらがその結果です。回転数がぴったり合いましたが問題があります。回転中に異音がします。原因はベルトの共振です。ベルトが共振するとこんな風にブレて見えます。ベルトの固有振動数が回転数と一致するとこのような共振が起こります。こちらはカートリッジの周波数特性です。左は外部のホノイコにつないで測った結果、右はスピーカーの出力で見た結果です。左はカートリッジの生の特性ですが、広域がだいぶ落ちてますね。スピーカー出力で見るとアンプのラウドネス特性が効いて逆に盛り上がっています。10キロの上にあるピークはカートリッジとケーブルが関係する共振です。低い周波数の乱れはハムノイズです。このノイズはどこからやってくるのでしょう。カートリッジをモーターに近づけるとノイズが乗るという話があります。これを見てみます。ベルトを外してモーターを回します。モーターは左の奥にあります。近づけるとノイズが増えますが、この周波数はスピーカーの感度が低いのであまり目立ちません。次は針をターンテーブルに接触させます。これでモーターの振動による影響を見ることができます。かなり大きいですね。再生中のノイズはモーターの振動が原因でした。モーターはゴムで防振されていますが、十分小さくなっていません。昔のベルトドライブはモーターから直接伝わる振動が課題だったようです。スピーカーの周波数特性と能率を調べていきます。能率を直接測るのは難しいので、他のスピーカーと比較しました。赤がこのシステムで、青が参考に測った CSP6 です。CSP6 は能率 91dB の SR 用ですが、これよりずっと高いですね。部分的に 98dB あります。能率が高いのでちょっとボリュームを上げると爆音が出ます。薄い板でできた大きな箱が鳴り響いて皮膚や体が震えます。目の前で楽器の演奏を聞いたあの感覚にそっくりです。再生帯域は 70Hz から 6kHz あたりまでです。特性はかなりデコボコしていますが、再生帯域が40万の法則に近い数字ですので、割と自然に聞こえます。とはいえ、今時のスピーカーに比べると、ナローレンジでぼやっとした印象です。解像度は全く期待できません。これはハイレゾの対極にある音ですが、果たしてどっちがいい音に聞こえるでしょうか。次回はこのサウンドをじっくりお聞きいただきます。ご視聴ありがとうございました。